あ、すごい。これまたもう一回戻った方がいいですよ。あ、そうですか。面白いです、面白いです。Today we're visiting Kura. Kura is a brewery, and today this one is a sake brewery. They are making sake for more than 300 years of the beautiful sake. What kind of beautiful sake? You're interested, right? I'm interested. And Kaori-san is gonna guide us to this Kura. So we're gonna go check out inside how they are making, what they are making, and what Kura people are thinking to make this beautiful sake, right? Yeah. All right, so let's go check it out. 高橋商店に入って10年で、社長として今8年になりますね。詳しく勉強したりというのはこちらに来てからですね。来てすぐ蔵の方に入って酒造りの勉強を始めて、その時に日本酒の味というのも勉強して分かっていったっていう、そういう流れですかね。はい。まずここまで手間暇かけてるんだなっていうのを知りました。それまではなんとなくはですね、日本酒って伝統の技でとかっていうのは聞いてはいましたけど、どれぐらい大変なのかっていうのは、こっちで蔵に入ってから身をもって知ったような、そういう感じですね。はい。あとはお酒の味に関しても、ちょうど私がこちらに来たのが39歳だったので、年齢的にもちょっと脂っこいものがきつくなってきて、少し和食とかですね、そういったものがいいなって思ってた時に、ちょうど日本酒を飲んだら、これすごく合うなって思ったのがもうすごい印象ですね。はい。やはり福岡の食に一番合うと思っています。というのも我々やっぱり地酒で、八女の地で皆さんに飲んでいただいたという歴史がもうすごく長いので、当然その八女の人たちが日頃の食事に合わせて、うちのお酒を飲んでいただいて、ありがたいことに、美味しい美味しくない苦情も含めて近いのですぐに言ってきていただけるので、それに真摯に応えていくと、自然と地元の食に合う味に日本酒がなっていったのかなというふうには思ってます。どちらかというと、うちがずっと代々作ってきた味わいを、次の時代にも残していこうというのが、基本的な考え方ではあるんですが、やはり時代がどんどん変わっていっているので、食も変わってますし、また日本酒の作り方もですね、以前はどちらかというと、経験と勘、職人の勘を大事にするというので来ていたんですけど、科学がやはりいろいろ進歩して、いろんなものが解明されるようになってくると、酒造りにそういう科学的要素も入ってきて、今までではできなかったような酒造りというか、バリエーション幅を持たせることもできるようになりましたので、今までのうちの味をベースに、そういったものにも挑戦しながら、将来につながるうちの味をこれからさらに深めていきたいなというふうに思っているところです。早速いただきましょう。はい。じゃあこれ大吟醸の雫搾りです。はい。お酒を絞るときに袋に入れて吊るしてですね、ポタポタ落ちた雫を集めたお酒になります。絞るのにかなり時間がかかってるっていうことですよね。そうです。かなりかかります。やっぱりプレスをかけない分、それだけ例えば雑味が入りにくいとか、そういうことですか？そうですね。はい、プレスかけてないので雑味が出にくいですね。美味しいですね。旨味がすごいですね。
やっぱり圧をかけてないので、そのストレスがないんですよね。やっぱりストレスかかるとちょっと嫌な香りだったり、そういったところが出る可能性があるので。No unpleasant。いわゆるフルーツ系のですね、ちょっと赤みのあるようなものだったりですね、ちょっとこう、なんでしょう、熟した感じの甘み。でも後味でこう甘すぎないのがいいですね。やっぱりこう日本酒の特徴として最後スッと切れていくっていうところがまた特徴でもあるので、ここがワインとの大きな違いかもしれないですね。ワインの場合はどうしても余韻の長さをですね、やっぱり良さとしてますけど、日本酒の場合は最後のスーッと綺麗に消えていく感じが。その綺麗に消えるところが私も好きなんですよ。なんか日本人の特徴みたいで。そうですね。やっぱり日本は四季があるからですね。花が咲いて散って、この散るのがまた綺麗っていう考え方なので。散り際が早い。散り際、そうなんですよ。もう散り際がもたついたらダメなんですよね。綺麗にスーッと切れていくのがやっぱり綺麗、美しい。桜のように。そうですね。はい。さっと消えないと忍者にはなれないですね。そうですね。最後に少し後味で残る苦味とかもいいですね。はい。これ苦味がないと結局は後味でだらっとこう甘だれみたいな感じにいるんですよ。で最後少し苦味があることでキュッと引き締めてるんですよね。この苦味が実は大事なんですよね。はい、ありがとうございます。やってきます。あ、最初に上がってくる香りがもう全然違うんですね。わあ。これ熟成、なるほど。わあ。まさに桜散るみたいなさっとなんかこの切れ味の良さが驚愕するぐらい。やっぱりこのベースがこの大吟醸のこのお酒なので、やっぱり綺麗になってると思います。これはまあ香りを特に楽しんでいただく。ありがとうございます。その酒粕焼酎の作り方でもなんかちょっと甘みを入れるためになんか、麹をですねもう一回使って麹をまたもう一回入れてるんですよね。ああすごいなんか気品のある。これで何の匂いかな、何の香りかな。そんなに酒粕っぽく威張ってないですね。どちらかというとこの大吟醸の酒粕だけを使っているので、いわゆるこっち側の酒粕なんですよ。だから吟醸香が立ってるので、かす臭さみたいなものではなく、吟醸香がメインなんです。この香りがすごい楽しめますね。アルコール度数何度ですか？これは今25度ですけど、これをちょっとソーダで割ってもらったりすると焼酎ハイボールですね。コースで食べるときにアペタイザーから最後のデザートからもうどれでもカバーできる。なんかフードピアリングをいろいろ探求したくなるような楽しみなお酒のレンジですよね。デザートを最後みんなが食べた後にそれでもまだ飲みたい人はもうこっちみたいな。こっちはちょっと別室で葉巻とペアリングしながらとか、ちょっとシチュエーションと場所を変えてですよね。ですね。時間軸とともにできるペアリングが楽しみですよね。やはり福岡の地酒として将来もずっと酒造りをしていきたいなと思っております。福岡のやはり食とともに生きていく。だから福岡の食が当然いろんな新しいものも入ってきているので、我々はそれを勉強して自分たちでもペアリングをしながら酒造りをしていくことが必要だなというふうに思ってます。以前はよく我々は作るだけっていうことが多かったんですけど、今はいろいろ皆さん技術力も高めて勉強しながらいろんなタイプのお酒を作り分けることができる時代になってきましたので、その食に合わせてこういった料理にはこういった味わいがいいんじゃないのかっていうのを我々は必死に勉強して酒造りを行っていく必要があるのかなというふうに思ってます。焼酎の国九州発蔵巡りスタート。プロが選んだ厳選した焼酎とおつまみをお届けします。蔵元と語りながら焼酎の楽しみ方もシェアします。 We are preparing an English community as well. We will let you know as soon as it's ready. Stay tuned!
同じお米、同じお水、同じ酵母、いろいろ同じやつで作っても全然違うお酒になるんですよね。そのあたりも含めた上で、まあちょっと楽しいことだと思います。酒造りがですね。はい。やっぱりうちのはそのすっきり辛口っていう一応お酒を目指しておりますので、まあ純米酒も大吟醸酒も両方ともちょっと辛口になってますね。はい。最初絞りの方にいまして、でその後こっちの麹室の方に配属されて、はい、一応そういう感じでその後こう杜氏になったっていうところですね。はい。杜氏さん的にはその何代目っていうのは数えてないんですけど、はい、ちょっと自分がいるだけの時でもちょっと4人目ぐらいに自分がなりますので、まあプレッシャーもあるんですけど、その年のですねお米をうまいことお酒にするっていうやっぱ技術を積み重ねていくことがですね、まあ楽しいことでもありますし、はい、まあ今からまた積み重ねてやっていくことだと思います。はい。機械とか最先端のものを入れると、よく手作りをやめて機械で作り始めたんですかって言われることがあるんですけど、実はそうではなくて、手作りをいかに今の時代に残せるか、次につなげられるかっていうところに、その機械的な要素、DX 化みたいなもの、そういったものを取り入れてます。ずっと我々は麹というのを大事にしてきているんですけど、この麹は本当まだわからないことが多いんですよね。本当に生き物なので、きちっと健康に育ってくれるかどうかっていうのもよくわからないというか、そういう中なので、もっと突き詰めるところがあるということで、そこに DX 化を使っているような気がしますね。はい。今は本当にみんな真面目に黙々と仕事をしてくれているんですけど、コミュニケーションを取る場というのが本当に少なくなってしまったので、以前のようなあうんの呼吸とかそういったものが少し薄れつつあるのかなというのを今危惧しているところです。ここにお酒が入ると本当はコミュニケーションが深まって、いろんな本音で、普段仕事中では言えないような話も当然酒の力を借りてできるというのがやっぱりいい酒を作るコツかなというふうに思います。和をもって醸す良い酒、また良い酒が和を醸すということで、和醸良酒という言葉が私としては一番大好きというか、今大事な言葉だと思ってます。2003, Japanese people, the shochu become more popular than sake. What?